2年ぶりの青森ですね。そしてまたイチローさんとスーパーセッションでこの地に来させていただきました。僕自身もクロマグロを津軽海峡でやって3年前にまあ多分100キロあるんじゃないかっていうのをかけて、結局いろいろあってラインブレイクして取れなかったので、そのリベンジも兼ねて毎年行きたいなっていう場所でもありますし、今3冠ビッグゲーム、ビッグフィッシュの3冠達成したいっていう思いがあって、ヒラマサは30キロオーバーで GT が50キロオーバーでマグロは100キロオーバーで、今 GT の50キロオーバーは奄美で釣らさせていただいて、でヒラマサの30キロオーバーも自分の船で釣れて、あと残されたのがマグロの100キロオーバーっていうところで、今回すごいチャンスがありそうなんで、目標は今回、できれば100キロオーバー取りたいなっていう気持ちはあります。今年も魚は全然もう悪くないんで、もう全然チャンスがあるかな。昨日もここ、どうだろうな、1週間ぐらいずっとちょっと調子が良くなくて、場所もある程度分かってるんで、今日はちょっとすごいチャンスがあるかなっていう。あとその GT の50キロとマグロの100キロでヒラマサの30キロっていう3冠だけど、僕も僕とせいちゃんは実はそのリーチがかかってて、あと1魚種、せいちゃんはマグロ、僕はヒラマサなんだけど、なんとかだからせいちゃんの100キロ阻止してですね、僕が最初に達成したいなと思ってます。湧いてますよ。湧いてます。マグロが湧いてます。なんとしてでもイチローさんを阻止してでも100キロオーバーを今回釣らないといけない。今ちょっと言わなきゃよかったなと思いました。出た。あそこ怪しいですよね。今跳ねた。一匹の鳥のところですかね。ずっとあそこより左。向こうも出た。向こうも出た。いや、船のしぶきでした。こっちはマグロだったよ。バーって今体出したもん全部。目の前イチローさん。出た。いるめっちゃいる。出たけどルアーに出た。ルアーに出たけどな、手応えなかった。魚ちっちゃかったし今。大きいのいますね。よし、食うだろう。あっちだ。もう思いついて。いやいい感じでした。ちっちゃいのも跳ねてましたね。混じってたね。でもなんだよね。ババーンって跳ねて消えて。もういないんですかね、その周りにあんまり。いやでも群れがその何個もあれば、次のやつがもう通ってきてそれ食ったりするんだけど、一つの群れだけ追いかけてたらなかなか追い切れないよね。届かない。無理だな。ダメだ。惜しい。
もうちょいなんだけど、もうちょっと。ちょっと難しいな。ああ、ダメだ。これは届かないな。いやーでも、うん、あれ、あっちに行ったんじゃないですか。あっちに。あれ、そうですかね、あれ。おっ、絶対届かねえな。チャンスですね。うん、おい。奥に来ねえかなとちょっと。いいよ、行っていいよ。いやいやいやいいです。おお、すごい。これ釣れそう。お、やべえやべえ、これ良さそうだな。いるけどな。あ、魚小さいな。向こう行っちゃった。まだ行けそうだけどな。小さいですね。ああ。おお。一郎さん。乗らなかった。あ、乗ってますよ。あ、乗ってる。乗ってます。ああ、ごめんなさい。僕があれだ。絡まってるわ。一郎さんのに絡まってる。でも絡まってる。ごめんなさい。すみません。サンキュー。あれあれ。あれ。ああ、ごめんなさい。すみません。抜けた。すいません。いやいやいや、そのせいじゃないよ。ジャンプして食ったのに。うわー、惜しかった。食って首振ってましたね。かなり惜しかった。出たのはでかかったね、結構。いい感じでした。今のはスーパーチャンスだったのにな。そう。スーパーチャンスをもうあと5メーターぐらい奥でしたけど、ちょっと早かったな。まあ一応今回の目標が100キロオーバーのマグロに焦点を合わせたので、あまりライトなタックルは持ってこなかったですね。まあ魚のサイズがでかいからって言って大きい餌食べてるわけじゃないんで、ヒラマサと同じで100キロのマグロでもこんなものを食ってたりする時があるんで、そういうのにこう対応できるようなルアーももちろん必要ですけど、そういうのにすると針が小さくなったりするんで、まあ、できれば食いつきは悪くてもかけたら取れるっていうタックルとルアー、針をセレクトして今回は持ってきました。
リーダーはね、10号が180ポンド、オーシャンレコードの180ポンドで、12号14号が、オーシャンレコードの220ポンドで、ザイロン50号入れてます。水ベルつけて、ルアー交換あまりする気はないんで、ルアー交換のために水ベルをつけてるわけではなくて、マグロが最後こう回り始めたりとか予期せぬ動きをした時にこうラインにこうよれが入ってしまわないように水ベルをつけてます。巻きたてのラインだとね、結構よれが入ったりする時があるんで、それ防止のためでもあります。今の釣りメーカーさんの中ではおそらく人類の中では最強と言われるタックルじゃないですかね。この辺りが島のステラの3番版、今もうドラグ25キロかかりますし、 P ラインはこれ12号ですね。平正中なんですけど12号出たばっかりのこのラインです。今日で SMP と一緒ですけどね。竿はオシアのプラッカーブルーフィンツナ一番硬いやつですね。 70XXXH 何個 X がついてるんだっていうぐらいついてますドラグはだって30キロぐらいはかけれるような話はしてたので、もはや一番不安なのは自分の体ですよ。でもまあ僕は今体重70キロなんですけど、3倍とか4倍のやつがいるような海なので、そんな化け物と渡り合えるには、まあ 80%、100% じゃやっぱ足らないですよね、準備は。120% とか 140% やって渡り合えるかどうかっていう感じがします。タックルの準備は相当入念にやってきたつもりです。やられたらもう自分にはまだ挑む相手じゃなかったっていうふうに思えるぐらいな準備はしてきたつもりです、今回は。200キロ300キロの筋肉の塊ですからね。アメリカに行って帰ってくるんですよ、泳いで。こんな流れの速いところで泳ぎ回ってる魚と、こっちは陸の上ですけどやり取りしないといけないんで、結構恐怖もありますよね。まあこの授業いつも通りだけど8、10、12っていう3タックルで、リーダーは170、200、220かな。ザイロンもまあ一応誘い出しメインなんで誘い出し用のちょっと短い。今年もこのザイロンのおかげであげれた魚がまあ何本かあったんで、リールは全部2万番だし、リールは一緒だね、スプールも一緒。ただ糸だけが80、12で、いや別に固めってこともないけど、まあ普通にレギュラーレベル8、80、まあ結構何でもできる。マグロはもちろん GT も平正も結構これでやってるやつで、10号にアシュラの70、12号にアシュラの6号っていう、まあいつものセッティングで、モンスターが出たらまあ6号、12号で、まあもちろんそのシーラナブラだけじゃなくても、その誘い出しにしても、モンスターがいるようだったら、とにかく短いというか太い方で、もう全然太くても関係なく出てくるから、全然。いや SIX、よし、来たな12号が。いよいよ
火を吹く時が来ましたね。3年前のリベンジを。やっぱタッピーバッグが似合いますね、イチローさん。かっこいいよね、タッピってね。かっこいいです。やっぱタッピです。男のロマンですね、これは。やっぱりいつ来ても雰囲気はあるんだよ。ありますね。山の感じとか、なんかゾクゾクしますね。本当にここはいつでも出そうな雰囲気がするな。ありますね。もう脳裏に焼き付いてますもんね、いろんな今までの光景が。もうまさにここだもんね。はい、しぶきが。もううちは出れるもんな。最高だね。このカラッとした天気にちょっと荒れ気味の海、波っ気のある。昨日とはまた表情が全然違うね。好きだな、こういう海は。でかいのが出てきそうな気がする。見極めも何もどんなナブラもまあ最短の時間で投げるのが一番いいんだけど、まあただただボーっと出てるそのナブラと違ってこうちょっとこう単発気味なっていうか、単発がババーンってこうバンバンってこうなんていうのかな、こう出るところが定まってないっていうか、でもナブラは動いてるんだよね、どっちかに必ず。だからその動く方向をちゃんとこう見極めた上で、その先々にこうキャストしていく必要があるよね。あとはもう一つ、その風の強さなんかにもよるけど、結局滞空時間ってこのぐらいの飛距離が出るキャスティングっていうのは相当滞空時間が長いんで、まあそれもこう考慮に入れて何秒ぐらいこう空中にある時間がある。その間に魚はどっちにどういうふうに動いていくかっていう、行く方向だけをこう見るんじゃなくて、その滞空時間もこう考えた上でこう動いてるとすれば、ああこの辺狙えばいいのかな。まあだからそういうそのいろいろなその複合的な要素を考慮した上でちゃんと狙いを定めて、やる。結局単発みたいなこうボーンボーンっていうやつって船がバーンってつけてはいキャストっていう時に方向が変わる可能性があるんだよね。船の音とかを察知して、だからバーンってつけて沈むようだったら、まあそこにもちろん投げるけど、まあこう来てたのにそのバーンってつけて投げる体勢になった瞬間こうなる可能性もあるわけだから、それをバンって止まって次の一匹船が一番近いところに来た時に跳ねる最後の一匹の方向を見定めるという、それでそのこっち行くのかこっち行くのかこっち来るのかっていうのを考えた上で、そのさらに先に投げるっていうのがまあかといってもそこに投げたからかかるっていうわけでもないけどね。ただまあでもさ、そういうことをこう考えてないとかからないっていうのもまあ実際そうなんで、だからその辺もいろいろ考えながらやっていくのがいいんじゃないかな。いや別にないけど、そのまあその時々だよね。
今日みたいな時だともう今だと凪だから、凪っていうかこのポイントはね、もう波立ってればギリギリまで来る可能性あるけど、俺だったら今もう半分ぐらい戻したらもう回収するから。まあ一番大事なところ、一番大事にしてるところは、まず自分がどれだけ投げれるか、飛距離が出るか、どのナブラだったらどのなんですかね、自分の飛距離をまず知ることが大事だと思ってるんで、このタックルセット、このルアーだったらどこまでルアーを飛ばせるかっていうことをまずその全タックル一応やるんですよ。でこんぐらいだったら飛ばせるなっていう感覚を自分の中で作っておいて、でマグロの中にマグロのナブラに船長にアプローチしてもらった時に、その距離感、自分が投げ落としたいっていうところがあるんですよ。でそこに確実にこのルアーはむしろその、ぴったり入るっていうよりも向こう側に落ちるぐらいの距離感になった時に投げるようにしてるんですよ。遠い分は近くにこうサミングして落とせるんですけど、足らない分はもう一回投げ直さないといけないじゃないですか。投げ直すっていうのはもう本当コンマ何秒とかの世界なので、投げ直すっていう行為はもう今日釣れない行為になっていくことが結構多いので、できれば僕その一投で決めたいっていうのは常に思ってて、ギリギリまでちょっと引きつけるっていう行為をしたりするんですけど、あとナブラがどっちに進んでるかとか、こっちに進んでる、左に進んでるとか、そういうのも状況によってかなり違うと思うので、よく見ることですね。であと自分のこのナブラだったら確実に打ち込めるっていうタイミング、周りの人とは多分タイミング違うと思うんですよ。それぞれみんなタックルが例えば6号の人と10号の人と飛距離も違うし、あとその人がいる場所、三好の人と後ろにいる人とかっていうのはまた投げ入れる距離が違うと思うんで、本当に自分の投げ入れる、これだったら届くなっていう距離になった時に投げ入れることは大事。その距離を知るっていうのはキャスティング練習をかなりやり込んでないと、自分のレベルとかその距離っていうのは結構分かりにくいんですよ。なのでナブラが出てない時とかは、サブの、メインのタックルで投げ続けてるとこう摩耗してきて、実際ナブラが起こった時に切れてしまったりすることがあるので、キャスティング練習するやつはサブのタックルで練習しててもいいかなっていうのはありますね。でもあとその、タイミングっていうのは自分が届くっていうタイミングになる時に投げれればいいんですけど、同戦者の方たちも多分たくさんいると思うので、その方たちがどういう動きをしているかをよく見て、もちろん人に引っかからないのはもちろんですけど、自分自身もこの手すりとかにルアーを引っ掛けてルアー壊しちゃったりとか、船壊しちゃったりとか、竿を折ってしまったりっていうのも、何人も見てきてるので、とりあえず一旦冷静になって、いろんなことで冷静にならないといけないですよね。マグロにもアプローチしなきゃいけないし、他の人に迷惑かけてもいけないし、自分自身も怪我しないようにしないといけないんです。結構ナブラの時っていうのは結構難しいところが多いですよ。とにかく冷静になってやることが大事かなっていうのは考えてます。ちっちゃいな。お、食った。すごいイワシの群れ。まだ湧いてる。首振ってる。ダラグ出て。フラグが出ない。もう見えてる。
あ、来た来た。あ、ついてる後ろについてるマグロが。マグロが。あ、ついてる下にいっぱいいる。下にいっぱい泳いでる。あ、本当。一緒に泳いでた。一緒に泳いでる。あ、外れそう、もう外れそう。逆一回顎の下に本当の先っちょのところできれば。あ、外れる。なんすか。あ、ま。あ、し、こっちは取れた。こっち取れた。あと口。よいしょ。あ、きつい。よし。よいしょ。ジャンプ。尻尾が動いてきた。泳いでますね。じゃあ行きます。いいですか。はい、大丈夫です。行きます。はい、よいしょ。はい、じゃあねー。ああ、いった。はい、いった。泳いできました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、なかなか直前までね、ちょっとこういい状況が続いてたんだけど、まああるあるというかですね。まあ三重県の時もそうでしたけど今回は初日、昨日はかなりナブラもそうだねあって、恐れそうなシーンっていうのは結構僕の中では、キャストミスも結構してしまったので、でしたけど、なんかチャンスはあったなっていう感じはありました。まあ実際1本はまんまのやつかかってるわけだし、そうですね。まあでもね、実際その前の日までもっと全然良かったから、イチローさんがちょっとプレッシャーを与えすぎたんじゃないですかね。それはちょっとねその状態をちょっと見せたかったなっていうのはまあ正直あるにはあるんだけど、まあでも、一応かかってね、バレちゃったけども、ちょっと今日に期待して、今日またなんか打って変わって、なんか風はなんか朝が強くてちょっと収まりそうで、なんかいいのかなと思いきや、なんか風と一緒に魚も消えたかなみたいな。そうですね、昨日ほどではなかったですけど、本当マグロゲーム、僕は九州からこっちに来させてもらって、マグロに向かってキャストができるっていうだけで結構僕は成立してるかなっていうところは、そうなんだよね、本当はありますよね。本当は、本当にでも今日も少ないワンチャンスツーチャンスでちゃんとかかったからね。そうですね、本当船長がいいところにまたつけてくださったので、ジャストでしたね、2人とも。本当はね、これ理想的な話をすればだよ、もう今回のこの兆候で、誰でもいいんだけど、2人で本当に100キロオーバーをかっこよくこうリリースするとこっていうのをね、どうにかこう皆さんに見てほしいなと思って、すげえ気合を入れてたんだけど、なかなか状況が100キロどころかね、なかなかその海の状況が全然良くなかったんで、ちょっと、残念ではあったけれども、またちょっと次回の楽しみというか、そううまくはやっぱりいかないですし、実際かかって上がっても危ないシーンもあるかもしれないですね。その100キロオーバーっていうのをリリースする経験っていうのはなかなかできないことなので、自分たちもちょっと手探りというかところもあって、ただ実際なんていうのかな、これ普段いつも思うんだけど、100キロってなかなかうまいこといけてないけども、例えば80キロ90キロぐらいであればよく僕と船長でリリースはしたりするんだけど、大変なの、この2人しかいない。どっちかが竿を持ってるよね、でどっちかがギャフだ、ただギャフをかけるっつって
ねその血が出ないところにうまいことかけるっていうのは本当ね難しくて、難しいですね。でまあ船べりでもうかけれなくてなかなかこうバッシャンバッシャン言われて、まあそこでまあバレちゃったりとか船底で途切れちゃったりとか、まあそういうこともあったりとか、まあ本当難しいんだけど、まあでもね俺なぜここにこう期待をしてるかっていうと、まあ船長も含めある程度の経験がある人が3人いればまあなんとかなるわけよ。海外とかでもね大体まあリーダーマンとかがいるからすごくやりやすいんだけど、でもやっぱりどういうふうに動くか次に何をするかっていうのをパンパンってこう、いける人たちが3人いればねまあまあこういけるかなっていう。だからそれでこうその流れをこう映像で紹介できれば、そうですね、すごくインパクトでかいような気がするんだね。見れる見れない経験するしないじゃもう全然違いますね。海外の方たちが本当にスムーズにやってるのを見ると、こんなに簡単にまあすぐはできないでしょうけど、ああいう風にできるようになればあんまり危なくもなくできるかなっていう感じはしますね。なかなかね今こう日本のこのマグロの、なんていうんだろう、この 漁獲枠の問題だったりね、そういう制限がこういろいろかかっている中で、まあ本当に釣り人がいかにこのずっと楽しんでいけるだろうって考えた時にやっぱり本当にリリースってすごい課題だよね。そうですね、そこをうまくやっぱりこうなんていうかなそういう段取りをちゃんときちっと作れていくかどうかっていうのがすごく課題だと思ってて、まあその中でやっぱりさっきも言った経験ある人がその中でそれを見せていくっていう風にできれば次もチャンスを狙ってね、まあ大きいのはもちろん大きいいけるでしょう。いい時に今年だって70、80っていうのはもういくらでもリリースはしてるけど、僕はせいちゃんと一緒にやりたいのはもう100キロオーバーをね、どうにかリリースしたいなっていう。そうですね、日本でしかも、そこにこうちょっと目標を持って目標ですね、やっていければいいなと思ってます。まだまだ諦めませんのでこれからです。これだけクロマグロを通じて歴史あるゲームっていうのをみんなで作り上げてきたので、できなくなったりとか何かで何かの力で禁止になっちゃったりとかっていうのはすごくもったいないし、このクロマグロを通じて、いろんな人が多分出会いだったりとか悔しい思いとか楽しい思いとかすごい趣味だと思うんですよ、クロマグロ釣りっていうこと自体。だからいろんな人にもやっぱ経験してほしいっていうのもあるし、これから始めるっていう人たちにも、始めたら分かることはすごくあると思うんですけど、この釣りだけじゃないっていうところの部分っていうのはかなり感じると思うんですよ。だから、できれば禁止とかにもならずにこのまま本当に素晴らしい趣味をたくさんの人に長くやってもらいたいなっていう思いはあるので、ぜひちょっとそういうのを皆さんで協力してやっていけたらなっていう思いはすごい強いです。